今回は金消しに色付け動画シリーズ湯治物レギュラーサイズパート15ブラック麺類をペイントします。筋肉マン劇場版第2作の大暴れ正義超人に登場したキャラクター、いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート15のカプセルに同梱されていたブックレットです。表面はカラー刷りで、このパートの技消しがずらり。テリーマンとラーメンマンのチェーンデスマッチ、ゴールドマン、シルバーマン兄弟対決など、そして裏面に今回塗装の金消しを含む劇場版第2作の登場キャラクターがイラストで、このパートは前段の運命のゴージの続きではなく、劇場版キャラに振ったラインナップでした。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが、致命的な損傷などはなしでした。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。湯治物のレギュラーサイズ、高さは約4センチです。細身の造形、対戦相手のラーメンマンを彷彿とさせるフォルムです。塗装後のレビューを先に。彩色は結果的には赤がメインカラーになったカラーリングです。黄色に寄せたフレッシュカラー、カーキの使用など、ちょっと新鮮なチョイスでした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで、使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース、肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。ひと手間ですが、この下地のあるなしで、その後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。最初は赤です。目、上半身、下半身のコスチューム、頭部の弁髪風装飾などに。ゲームカラーのブラッディレッドです。目は造形では瞳ありでしたが、劇場版ではなかったので、そのままこのカラー一色にしました。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。黄色に寄せたフレッシュカラーということで、モデルカラーのミディアムフレッシュトーンです。さすがの隠蔽力はファレホの醍醐味です。フェイス、腕部、腹部に。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。次に似た色味ですが、今度は黄土色、ゲームカラーのカーキを使用しました。首元からフェイス、後頭部、これで頭は完成しました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。ファレホの隠蔽力が強いのは、顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。そして黒です。コスチュームのラインは赤への上塗り。あとは腕部、脚部にゲームカラーのブラックを使用しました。
消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている可素材抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている可素材は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。当時物復刻版2010年代以降の新造形の金消しどれも、使われている可素材は時代とともに変わっても、その抜き出し方は同じこのベンジンで問題なく今のところはやれています。筋肉マン消しゴム金消しは1983年から1987年にレギュラー版と言われる全30弾が順次発売されました。バンダイ発売の正規品レギュラーシリーズで418種類がラインナップ。素体の色味はペールオレンジ、赤、青、黄色、緑の5色が存在しました。ディティールに入ります。ゲームカラーのベルデグリです。薄いライトな緑、首、脇腹の装飾箇所に。刃には白を上塗りです。モデルカラーのホワイトグレーです。残ったところはゲームカラーのオレンジファイヤーを入れます。明るい鮮やかなオレンジです。耳の箇所、腕部、脚部等に。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。かかった時間は約60分の塗装でした。ブラック麺類は劇場版大暴れ正義超人に登場。ブラックエンペラーの部下の超人でラーメンマンと対戦しました。劇場版パンフレットによると超人強度300万パワー。ブラック軍団でカンフーを得意とする超人で、必殺技はボツリヌヘッドロックです。青木ヶ原樹海でラーメンマンと戦うもフライングレグラリアートで敗れました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアーを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装当時物レギュラーサイズパート15のシリーズのブラック麺類を劇場版登場カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。